RGB 分離を使うことでそれぞれ違う色の影を入れることができます。はい、夏森勝です。今回はセルルックについて解説していきます。この動画では最初にセルルックとは何かについて話していき、その後ノードの仕組みを解説し、ノードでセルルックを作る方法を話していきます。よりセルルックに近づけるために輪郭線の出し方、放線転写、影の色を別々に入れる方法もやっていきます。ということで話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。まずはじめにセルルックとは何かについて解説していきます。簡単に言いますと 3DCG を 2D アニメのように見せる技術のことでトゥーンレンダリングとも呼ばれています。セルというのはセルガンごとでセルルックを直訳するとセル画に見えるとなります。 3DCG は基本的により立体的に現実に近づけるように処理することが多いのに対し、セルルックはより平面的に 2D アニメに近づけるように処理することが多いです。主に輪郭線があって陰影がはっきりしているいわゆるアニメ塗りがセルルックで、光と影をはっきりさせるとよりセルルックらしくなります。要は 3D を 2D っぽく見せるようにするのがセルルックで、そのように見せる方法として光と影をはっきりさせる、輪郭線を入れる、平面的に見せるなど様々な技法がありますよという感じです。では早速セルルックの表現方法と言いたいところですが、その前にノードの仕組みについて解説します。なぜかと言いますと、ブレンダーでセルルックを表現するにはノードの理解が欠かせないからです。またノードの仕組みが分かっていないと今自分が何をしていてなぜこうなったのかが分からないというのも理由です。かつての自分がそうだったのですが、とりあえずノードを感覚で組んでそれっぽくなったらいいと思っていたのですが、これをやっていると後々困ることがありまして、それは応用できないということです。このノードはどういう仕組みでどのようにつなげばよくてどう変化するのかというのを分かっていないと、別の表現をしたい時に全く応用ができないということが起きてしまうのです。そのためノードを理解するのは非常に大事だということです。ということでここではノードの仕組みについて最初に話しておきます。ノードというのはレンダリングの処理をする箱のようなもので、直訳すると結び目となります。ノードは基本的に入力側と出力側が用意されていて、何かを入れると何かが出るという仕組みとなっています。つまり入れて出すがノードの基本原則で、このノードの入力と出力を線でつないでいくことで色や影をつけたり凹凸を入れたりテクスチャを入れるなど様々な処理をすることができます。そして関連する言葉にマテリアルやシェーダーというのがあります。ブレンダーでは色や質感を設定して作った材質をマテリアルと呼び、シェーダーを管理する仕組みでもあります。またマテリアルをノードで編集する機能をシェーダーエディターと言います。シェーダーは陰影や色、凹凸などの設定を行うプログラムで、マテリアルの中身のことです。このシェーダーの中で箱を追加したりつないだりして様々な処理をします。この箱のことをノードと言います。まとめますと、マテリアルがシェーダーを管理するもので、マテリアルの中身がシェーダーで、この中にある箱がノード、最終的に出力されるのがレンダリングとなります。このノードがあるおかげでどう処理されていて組み立てられているかが視覚的に分かりやすく、オブジェクトに様々な処理をすることができるということです。以上がノードの基本的な仕組みとなります。次にシェーダーエディターの使い方を説明します。上のタブからシェーディングをクリックすることでシェーダーエディターに移ることができます。オブジェクトにマテリアルの設定がされていないと下画面に何も表示されませんので、上部にある新規を押すとマテリアルが作成されて自動でノードが挿入されます。デフォルトはマテリアル出力ノードにプリンシプル BSDF ノードが接続されています。このマテリアル出力というのは必ず接続するノードで、ここに接続されたノード全てがマテリアルに反映されます。なので全てのノードはマテリアル出力へ向かうと覚えておくといいです。ちなみに何もノードをつないでいないとマテリアルは真っ黒に表示されます。プリンシプル BSDF は一言で言うと、これ一つでほとんどの質感を表現できる超万能ノードです。このノードだけで細かい説明ができますが非常に長くなりますので省略させていただきます。シフト A を押すことで様々なノードを追加することができて、削除したいときは X キーかデリートキー、シフト D で複製することが可能です。ノード同士をつなげるにはノードの左右にある丸をドラッグし、別のノードの丸へと持っていくことでつなげたり外したりができます。シェーダーエディターは左から右へ処理し、最後はマテリアル出力へ向かうが基本原則ですので、ぜひ覚えましょう。それではいよいよセルルックの表現方法を解説していきます。セルルックを表現するにはこの3つのノードの理解がとても重要となります。順番に解説していきます。
カラーランプとはグラデーションを使って色を追加するノードで、シフト A からコンバーターの中にあります。中央の色を設定する部分をカラーバインドといい、カラーを指定する矢印をカラーストップと言います。このカラーストップを左右に動かして色を指定するのがカラーランプの基本的な使い方となります。またカラーストップは左のプラスボタンを押すと追加できて、マイナスボタンを押すと削除もできます。すぐ右側にある下矢印を押すとメニューが出てきまして、カラーを反転したりカラーストップを均等に配置するなどができます。右隣にある RGB というのはカラーモードで3つの種類があります。特に目的がなければ RGB のままでいいかと思います。そして一番右は保管方法でグラデーションタイプを決めることができまして、特によく使うのはリニアと一定となります。下の数字の左側は現在選んでいるカラーストップの番号で、右側は現在選択中のカラーストップの位置となります。係数は色の混ぜ具合を決める数字で、0が黒側で1が白側です。出力にあるカラーは色の情報を出力し、アルファは透明に関する情報を出力します。次にシェーダーから RGB を説明します。これは影の情報をカラーの RGB へ変えるノードで、シフト A からコンバーターの中にあります。例えばプリンシプル BSDF を出力しますと、影は影という情報として出力されます。ここにシェーダーから RGBA を入れますと、影が白と黒、つまり色の情報として出力されるようになります。最後は DiffuseBSDF でシフト A からシェーダーの中にあります。これはマットな質感にしてくれるノードで、主に艶を消したい時に使います。それではこの3つのノードを組み合わせていきます。順番はこの通りです。まずは DiffuseBSDF で影の情報を出力します。次にシェーダーから RGBA で影の情報を色に変換します。最後にカラーランプをつなげ、グラデーションタイプを一定にします。一定にすることで影がパッキリと分かれ、よりセルルックっぽくなります。あとはライトを当てることで白と黒の影がはっきり分かれたマテリアルを作ることができます。以上がセルルックを表現する上で大事なノードの組み方です。次に影に色をつけていきましょう。カラーランプから色を変えてもいいのですが、より管理しやすくするために2つのノードを追加しましょう。それは RGB ミックスと反転ノードになります。RGB ミックスとは2つの画像や色を混ぜ合わせるノードで、シフト A からカラーの中にあります。係数色1、色2の3つの入力ソケットを使って調整していき、色1はベースカラーで、仕上がりの画像サイズはここにつなげた画像が基準となります。色2はブレンドのカラーで、前に来る色や画像はこちらとなります。色1がベースで色2をブレンドするというのが RGB カラーの基本的な仕組みとなります。係数は色1と色2の混ぜ具合で、係数0は色1のみを使い、係数1は色2を使います。ここにミックスとありますが、これはブレンドモードでどのように混ぜるかを決める項目となり、全部で18種類用意されています。範囲制限は出力値を0から1に制限する項目となります。そしてこの RGB ミックスというより、ノード全体を理解する上で大事なのが、係数は白と黒で管理できるということです。先ほどカラーランプの説明で、係数0が黒側で1が白側と言いました。これはつまり係数に白黒の情報があれば色を載せることができるということを意味するのですね。例えば白黒画像を作ったとします。ここに RGB ミックスの係数につなげると白黒に色を載せることができます。係数0は色1で黒側、係数1は色2で白側となり、ここで指定した色がそのまま出力されているという仕組みです。同じことをカラーランプですることもできます。こちらは左側が黒側で、右側が白側なので色が乗るという感じです。以上のことから RGB ミックスをつなげ、カラーランプに係数をつなげることで、色1に黒の情報が、色2に白の情報が出力されるということです。さて、このままですと色が逆ですので、もう一つノードを追加しましょう。それは反転ノードで、入力したノードの効果を逆にするノードです。カラーランプの入力に入れることで、白と黒が反転し、正確の色をつけることができました。また RGB ミックスの合成モードをミックスから乗算にしましょう。ミックスは色1と色2を合成するモードで、乗算は色1に対して色2を掛け算するモードとなります。例えば色2に白黒の情報をつなげ、乗算にすると白いところは乗算して消えて、黒い箇所のみが残ることになります。また画像に色があると、色味が暗いところは掛け算されてどんどん黒に近づいていきます。以上のことから色1にベースとなるテクスチャーをつなげ、色2となる影を掛け算してブレンドしていくという出力をしたのがこちらとなります。もしこれがミックスですと、色2がそのままブレンドされますので、同時に混ざってしまい影のような表現ができません。色1に対して色2を掛け算して載せたいので、乗算モードにすることで見た目を影のようにすることができるという感じです。
次に輪郭線の作り方を解説していきます。ブレンダーで輪郭線を出す方法はいくつかあるのですが、その中でも比較的簡単で調整がしやすいソリッド化で輪郭線を作る方法を紹介します。まずは輪郭線となるマテリアルを作成します。新規をクリックし、名前をラインとします。プリンシプル BSDF は削除して Shift A から入力の中にある RGB を選びます。すると RGB ノードが追加されますので、マテリアル出力へとつなげます。その後 RGB のカラーを真っ黒に設定します。終わりましたら、マテリアルの設定から裏面を非表示にチェックを入れます。次にモディファイアから厚み付けを追加します。ノーマルを反転し、マテリアルのオフセットを1にし、厚みを調整することで輪郭線が完成しました。ちなみに輪郭マテリアルの順番でオフセットの値は変わります。ここでは2番目にありましたので、オフセットは1としましたが、これが3番目でしたらオフセットは2となります。ここからさらに輪郭線を作り込んでいきます。現在輪郭線の幅が全て同じですので変えていきましょう。まずは頂点グループへ移動し、頂点グループを追加します。次に編集モードから頂点を A で全選択します。頂点グループからウェイトを1にし、割り当てを選びますと全て1に塗りつぶすことができました。その後ウェイトペイントモードにし、ブラシからウェイトを0にし、輪郭線を消していきましょう。赤い箇所は輪郭となり、逆に青い箇所は輪郭が表示されずそのままとなります。こんな感じですね。一旦オブジェクトモードに戻ります。モディファイアの厚み付けの中に頂点グループというのがあります。この中に先ほどの頂点グループを追加します。すると青くしたところだけ輪郭線が消えているのが分かりますでしょうか。このように輪郭線の幅を変えることも自由自在にできますので、頂点グループをうまく活用していきましょう。セルルックを表現する上で欠かせないのが方線の理解です。そもそも方線とは何かについて最初に話しておきます。一言で言うと、頂点もしくは面の向きです。この向きは視覚化することができまして、編集モードにし、オーバーレイ表示からノーマルに3つの項目がありますので、これらにチェックを入れることでできます。今回は面の方線を視覚化したいので、面の上にチェックを入れましょう。ここに飛び出ている水色の線がありますが、これが方線となります。右上の座標軸と照らし合わせますと、プラス Z 軸に伸びていますので、この方線の向きはプラス Z 軸ということになります。他の動画で面の向きは揃えましょうという話をしているのですが、この面の向きの正体は方線ということです。オーバーレイ表示の面の向きを見てみますと、方線が出ている部分は青色で、その裏側は赤となります。方線は英語でノーマルと言いまして、直訳すると正常となります。面が青いということは面の向きは正常ということで、それでノーマルと言われています。逆に面が赤いというのはポリゴンが裏返っていることを意味し、表示がおかしくなるので修正した方がいいということです。次になぜ方線転写が必要なのかを話します。人の顔というのはデコボコしていますので、面の向きは同じ方向に向いていません。しかしセルルックでは方線が同じ方向を向いていないと変な影が出て不自然になってしまいます。そこで登場するのが方線転写で、これは別のオブジェクトから方線の情報を持ってきて転写するという技法です。実際に方線転写なしのモデルとありのモデルを比較してみましょう。転写なしですと変なところに影が出て、まるでひげが生えているような感じになってしまいます。転写ありですと方線の向きが全て同じですので、特に問題なく影がくっきり出るようになります。というわけで方線転写を解説します。まず方線をコピーしたい部分だけをオブジェクトに分離します。ここでは顔の部分のみコピーしたいので、顔を選択して P キーで分離しましょう。次に Shift A で UV キーを追加し、顔を覆うように配置しましょう。この玉の方線を顔に転写することになります。ここで UV キーを右クリックでスムーズシェードにします。編集モードから玉の下半分を削除し、一番下の円を E キーで下に引っ張り、伸ばした部分を Ctrl+R からオイルを動かし、円を増やしていきます。玉のモディファイアからサブディビッションサーフェスを追加し、レンダー、ビューポート、品質をすべて6にして適用します。もう少し頂点を増やしたいので、右クリックで細分化します。ここを細かくすればするほど影もより滑らかになりますが、あまり細分化しすぎるとブレンダーが重くなってしまいますので、ほどほどがいいかと思います。作業が終わりましたら、一旦玉は非表示にします。次に顔オブジェクトを選択して、モディファイアからデータ転送を選びます。ソースは先ほど制作した玉にします。右のスポイトツールをクリックし、アウトライナーから玉をスポイトします。そして面コーナーにチェックしてカスタム方線を選びます。このままですと何も起こりませんので、プロパティから自動スムーズにチェックを入れます。すると玉の方線が顔に転写されました。この自動スムーズというのは方線を扱う項目ですので、必ずチェックを入れる必要があります。あとはデータ転送を適用し、分離した体を Ctrl+J でつなげて頂点もマージしたら完成です。ちなみに方線データをクリアしたい場合は
プロパティの形状データからカスタム分割放線データをクリアを選ぶとできます。ここからは応用編ということで、影を体、髪の毛、服と別々に入れて色を変える方法を紹介します。通常であればオブジェクトを分離して別々にセルルックノードを組んで色を変えればいいのですが、テクスチャーが一つにまとまっていてオブジェクトが全て結合されたモデルであれば、先ほどのようなやり方では影を別々に入れられません。そこで RGB 分離ノードが大活躍します。 RGB 分離とは赤、緑、青をそれぞれ分離するノードでマスクなどをすることができます。ここではテクスチャーを赤、緑、青と塗ってそれぞれ違う影を表現します。まずはテクスチャーペイントから UV 図に赤、緑、青と色を塗ります。終わりましたら一旦保存します。ノードエディターに移り、先ほど制作しましたセルルックノードがあることを確認します。次に Shift A から RGB 分離を追加し、画像には先ほど制作したカラーテクスチャーをつなぎます。RGB ミックスを追加し、Shift D で3つ追加します。1つ目は R と係数にノードをつなげます。色1を2番目の RGB ミックスのカラーにつなげます。その後2番目の RGB ミックスの係数を G につなげ、色1を3番目のカラーへとつなげます。そして3番目の係数を B へつなぎます。ここでは R は体の影の色で、G は服の色の影、B は髪の毛の影の色となります。影の色はそれぞれの RGB ミックスの色2から変更ができます。影の色指定が終わりましたら、1番目の RGB ミックスのカラーをセルルックノードの RGB ミックスの色2へとつなぎます。これで色が別々に表現できました。いかがだったでしょうか。今回はセルルックの表現方法を中心に解説してきました。セルルックに関してはいろいろと研究中で、他にも自分が知らない表現方法があるのではないかと常に思っています。これからもより女の子を可愛くモデリングするために様々な技術を上げていこうと考えています。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。